はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回の台所革命の方なんですけども、こちら、はい、コンフィですね。コンフィをテーマに、お話を進めさせていただきます。で、今回のコンフィのテーマは、新玉ねぎを使ったコンフィをね、ご紹介していきながら、他2品をちょっと見ていただいて、実際にね、こういう活用法がありますよっていうところをご紹介できたらなと思っておりますので、ぜひ見ていってください。それでは早速ね、作り方の方行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、こちらね、新玉ねぎとローリエですね。あとオリーブオイルとキャノーラ油ですね。菜種油をブレンドしたブレンドオイルを使っていきます。こちら使ってやっていきます。まず玉ねぎの方なんですけども、いつもでしたらこの繊維に沿ってカットしていくんですけども、こちらの繊維を断ち切るようにちょっと幅広でカットしていきます。こんな感じでカットしていただければ OK です。で、そこにですね、塩コショウまぶしていきます。一回ねひっくり返してまた塩コショウで、5分ぐらい経つとこんぐらい水が出てきますので、そこをねちょっと軽くペーパーで拭いてあげてください。しっかり拭く必要はなくて、ここはねある程度拭いていただければ OK です。で、鍋に、ローリエと玉ねぎを入れていただいて油を注いでいきます。で、これはひたひたになるまで入れるんじゃなくて、ちょっと手前ぐらいでいいと思います。で、それを本当にとろ火でじっくり煮ていきますと、こんな感じでねプツプツしていきます。で、この時のだいたい温度が80度が理想ですね。こんな感じでプツプツしていれば OK です。で、30分こんな感じですね。で、だんだん温度が高くなってきたなって感じる時があるんですよね。そういう時は、何か1枚かましてあげてください。例えば私でしたら鉄のフライパンだったり、こういったね五徳のプラスアルファで置く道具とか持っているので、ちょっと1枚かましてあげたり、あと場合によっては温度計持ってる人で対処法がなかった場合は一度火を止めていただいても OK かなと思ってます。で、こんな感じで1回粗熱を取ります。で、この時かき回してしまうと繊維がほぐれてしまいますので、粗熱が取れたらこんな感じで瓶に入れて冷やしていただければ OK です。では次、マッシュルームとプチトマトいきましょう。プチトマトはまずヘタの方を取っていただいて、しっかり洗ってもらったらこんな感じでねペーパーをサンドしてくるくる回していただければきれいに水気が取れます。こんな感じですね。で、ヘタのところにねちょっと軽くプスッと刺していただければ、はい。で、それをすべてのプチトマトにやってあげて鍋に入れてあげます。で、マッシュルームの方は濡れたねキッチンペーパーでこう軽く拭いて汚れを取ってあげてください。こんな感じですね。で、石突きの硬いところだけねちょっと取ってあげて、で、塩コショウしっかりしていきましょう。で、ニンニク使いますので、それを半分にカットして芽を取ったら潰していただければ OK です。これだけで OK ですね。で、それを鍋に入れてローズマリーですね。で、両方ともね油を注いでいきます。ひたひたになる手前ぐらいで大丈夫です。で、両方ともとろ火で火を入れていきます。ではここからね30分ほど火を入れていきます。もうこちらもねプツプツと出てきます。で、マッシュルームの方はどちらかというと泡が出やすいので火が強いように見えるんですけども、だいたいね映像を見ていただいた通りの気泡が出てきやすい食材になってきます。で、プチトマトの方はだいたい30分でしっかりねいきました。で、マッシュルームの方はそこからさらに30分、コンフィにしていきます。で、いきましたらこうやって粗熱を取りまして瓶に入れていただければ OK ですね。マッシュルームの方は中でね、かき回しても崩れることありませんのでね、こんな感じにしていただければ OK です。で、こちらが出来上がったコンフィ。
しっかりねこうやって油がかぶるようにしてあげてください。油の油面の方から食材が出てしまうとそこからね腐ってしまいますので、しっかり油かぶるようにしてあげてください。もし作った時点で油がこう足りない場合はそこにねプラスアルファで油を足して必ず油にかぶるように作っていただければ OK ですね。では実際にこれを使った料理やっていきましょう。まず新玉ねぎのオイルを使ってこういったね蒸したじゃがいもなんかをねこうやって今から炒めていきます。そうすることによってね香り良いねこういったガルニチュールが作ることができます。美味しそうですね。でマッシュルームの方もこうやってね軽く炒めてあげると独特のね食感に変わったマッシュルームのガルニチュールがさっとね作れます。で今日は、マリネにしたこちらね豚肩肉を焼いていきます。こんな感じですね。ではドレスです。こんな感じでねいつものねこうお食事の中に、こう軽くねガルニチュールとして加えていくっていうところができるのがこのねコンフィのすごい簡単なところですよね。で今回は分かりやすくこう3種類ね、使ってるんですけども、私は基本的に1種類だけでいいかなと思ってます。で、新玉ねぎのコンフィはこうやってオイルを切ってあげてこんな感じでねソースの代わりとしてこう置いてあげます。で今日はお醤油でいきます。ここを例えばバルサミコにしていただいても OK ですし、私は結構醤油が好きでこうやってね合わせて使うことがありますね。普段のねお食事の中でぜひコンフィ使ってみてください。ではもう一品ですね。まずマッシュルームのオイルですね。マッシュルームのオイルとあれを置いて、で、アンチョビでエビですね。軽く炒めていきます。もうお分かりですね。パスタですね。パスタを作るときもこの油も利用できますし、中の具材、コンフィにしたね食材もそのまま使えますので非常に重宝してます。こんな感じでね麺を入れて、で茹で汁を入れて、で和えていくと。で一回ね、茹で汁入れたら沸騰させてあげて、でパセリを入れまして、で煽るときは火を止めていただければもうね自動的に乳化していきますので、こんな感じで手軽にねパスタも作れます。では詳しい解説いってみましょう。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。新玉ねぎのコンフィ、そして、マッシュルームとプチトマトという形で3つのねコンフィをご紹介させていただきました。でここからは専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。でまずお時間のね、ちょっとこうおさらいになるんですけども、新玉ねぎがだいたい30分ぐらい、で、プチトマトの方もだいたい30分ぐらいで、マッシュルームの方が60分ぐらいっていうところですよね。で皆さんこうやっぱりコンフィというものをこう実際にね、こう調理過程を見たときに、いや俺には無理だよとかね、いや私にはちょっとその火加減は無理ですみたいなね、ちょっとおっかなびっくりになってしまうんじゃないかなと思うんですけども、この野菜類のコンフィに関してはお肉のコンフィと違って、ちょっとだけ温度帯高くても問題ない、ものになってます。そこら辺はねまた後で詳しくご説明はさせていただくんですけども、まずですね、火入れの時に一番大事なのはこう火を確実にねとろ火で、コールドスタートでとろ火でやっていく。でその時に小さな泡であれば基本的に OK です。で大きな泡で全体的にこうグツグツなっていたら、それはもう間違いなく100度超えているので、すぐに火をね、止めるなどのことをしてあげてください。で大体ここで、皆さんやっぱりびっくりしてしまうと思うのは大きな泡になってしまって、しまった100度超えちゃった、うわ失
ぱいだって思われると思うんですけども、そこはね、全然慌てないでいいと思います。よほど長時間、100度を超えた時間でなければ、そこはね、一度温度を下げていただく手法を、例えば、一度ね、こうフライパンを1枚かましてあげるとか、少しオイルを足して温度を下げるとか、そういうことをしていただいて、また80度から90度をキープしていただいて、火入れしていただければ OK です。はい。そこまでおっかなびっくりになる必要はなくて、意外とそういうね、許容範囲がありますので、そこはね、あまり怖がらずにやっていただけたらなと思っております。はい。で、マッシュルームの方なんですけども、マッシュルームは30分ではなくて、だいたい1時間ぐらい火にかけてあげてください。どうしても中にですね、空気が入っていたりとか、水分があったりとかっていうところで、これらが外に出るまでですね、ちょっと時間かかるんですよね。で、これをやらないと、油の中に沈んでいかないんですよね。ですので、60分ぐらい経った時に一回火を止めて、で、その止めた時にマッシュルームがオイルの中に沈めば火が入ってます。はい。そういう風に覚えていただければ OK ですね。で、なんで浮いてきたらダメかっていうところなんですけども、浮いてしまうと、その油面ですよね。油面から出た食材の部分からカビが入ってしまうんですね。で、それがありますので、ここはね、必ず、油に浸かるように作っていただければ OK です。で、どれもこれらはだいたい賞味期限は冷蔵庫の中で1週間だと思ってください。で、完全に保存食として作るときはまたちょっとね別のやり方がありますので、今回ご紹介するのはあくまで1週間冷蔵庫で保管できるためのコンフィの作り方っていうところでご紹介してますので、その点だけご注意いただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、ここからはちょっと物理的なお話にはなってはくるんですけども、一体このコンフィというものはどういう原理で、なっているのかっていうところですよね。で、今回お話しするのはあくまでこの植物性のもののコンフィというところでお話をさせていただきます。はい。で、まずこの植物ですよね。当然、細胞壁、ペクチンがあります。で、このペクチンというものがだいたい低温の80度から90度付近でゆっくりですね、加熱していくと、このペクチンが分解されていくんですよね。で、そうすることで、細胞同士のつなぎ止めがですね、非常に弱まって、で、このね、とろける食感が生まれるんですよね。で、特にですね、この新玉ねぎが非常にトロトロになって最高のね、美味しさをね、引き出してくれるっていうところですよね。で、特にこの新玉ねぎは水分が多いですので、オイルの中で加熱していくと、玉ねぎの中の水分がですね、ゆっくりと出てきて、で、この油の中でなんていうんですかね、周囲がオイルであるので、玉ねぎのね、糖分とか旨味成分が、その外のオイルとそのにじみ出たこの水分の液体に乗って出していって、中でですね、蒸していくような感じの状態になっていくんですよね。で、それのことによってゆっくりね、この甘みと旨味成分がギュ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 って出てくるっていうところですよね。で、よくこのコンフィにすると脂っこくなっちゃうんじゃないかって例えばその中まで油が染みてるんだとか思われるかもしれないんですけども、実はそんなことはないんですよね。お肉にしてもそうなんですけども、よくオイル漬けなんていうお話料理聞いたことあると思うんですけども、オイル漬けなんかっていうのはあくまでこの表面のコーティングまでになっていて、肉の内部だとかこの植物とかのですね、内部まで完全にこの油が入り込むっていうのが難しいんですよね。ですので、あくまでそのオイルが浸透していくんじゃなくて、細胞の隙間に入り込んでいくっていうところで、表面にコーティングされていくっていうところで、これがですね、食べた時に滑らかなこの舌触りだとかコクがあるよっていうところで皆さん感じ取るところだったりします。
はい、ここまではね、物理的なお話を中心にさせていただいたんですけども、実際のところどうやって使っていくかっていうところですよね。で、動画でお見せした通りに、例えばいつものね、この食事の中で、ちょっとしたガルニチュールとして一つね、ポンと加えていただくとか、あとこの新玉ねぎですよね。もうほんとこの新玉ねぎに関しては、もう牛、豚、鶏、魚、もう何にでも合うんですよね。で、それに油を切っていただいて、上に乗せていただいて、で、そこにですね、バルサミコとか醤油をかけていただくと、もうこれがね、最高のソースに変わりますね。もうこれはね、本当にもう、食べたとしかちょっとわからないと思うんですけども、表現として合ってるかどうかはわからないんですけども、なんとなくですね、なんとなくなんですけど、背脂っぽい感じなんですよね。背脂っぽいようなトロトロ感があるっていう感じで、そこにバルサミコだったり醤油が加わることでもう本当に強烈に美味しいっていうところになるので、私この新玉ねぎに関しては作ると結構なペースで中身ます。まず1週間持たないですよね。それぐらいやっぱり普段の食事の中でね、春のね、この新玉ねぎを楽しむときにはもうこれを一択で作らせていただいております。で、他には、例えばその油を切ったね、この玉ねぎをバゲットに乗せていただいて、で、上にチーズをわーっとかけていただいてですね、で、それを焼いていただくと、ちょっとね、このオニオングラタンっぽいような雰囲気の、バゲットができたりとかですね、あとはマヨネーズと混ぜていただいて、で、味わい的にもですね、辛みがないので、結構子供さんなんかには喜ばれるオニオンタルタルができるんじゃないかななんて思ったりはしてるんですけども、非常に食べやすいタルタルを作ることができます。はい。そういったところで、いろんなね、使い方ができるというのが、実はこのコンフィの面白いところで、で、油ですよね。油も当然、香りを持ってますので、例えば、焼くときにちょっと使っていただいたりとかっていうところで、なると思うんですよね。で、ここまで聞いて、いや、そんなにね、油消費できないですよって思うじゃないですか。で、油に関してなんですけども、例えば、使っていく中で先に具材の方がなくなっちゃった。で、油がめっちゃ余っちゃったよ。なんてね、全然ある話なんですよ。私もよくあるので、で、その時には、油を一度きれいにこしていただいて、で、上澄みのきれいなところを抜いていただいて、で、それをまたコンフィに使っていただくっていうのは全然 OK だと思います。はい。で、それの基準なんですけども、何回まで使いますかって多分ね、コメント来るかなと思ってるので先に言っとくんですけども、その酸化した匂いがなければ使って OK だと思います。なので、だいたい2、3回ぐらいまでは大丈夫なんじゃないかなと思ってます。はい。で、私もね、その3回まで行ったことないんですよね。っていうのが、私普段の生活の中でコンフィはだいたい冷蔵庫に1種類だけって決めてるんですね。やっぱり何種類も持つと、油の消費が結構難しくて、で、それを考えるんであれば、もうその新玉ねぎの時期はもう新玉ねぎ一択みたいな感じで、そういう冷蔵庫のストックの使い回しをしてるので、そんなにね、油を2回目、3回目って使うことはないんですけども、もしね、そういう状況に陥った時は、油をね、こしていただいて、上澄みの方を使って、さらにね、また同じコンフィを使っていただければ OK かなと思っておりますので、ぜひぜひね、油をね、無駄なく使っていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。YouTube 公式の登竜門であるハイプ機能が当チャンネルにも実装されました。スマホ限定の機能ではあるんですけども、公開から7日間応援していただくことで世界に動画を広めることができる特別なボタンです。このチャンネルは期待の新人クリエイターの上位ランクに挑戦いたします。スマホ画面の流れ星マーク、ハイプボタンからですね、皆様の熱い応援届けていただけたら大変嬉しいです。皆様とね、一緒にもっと大きなステージで料理ができる日を楽しみにしております。ハイプボタンはどなたでも週に3回まで応援することができますので、チャンネル登録、高評価、そしてハイプへのご支援、どうかよろしくお願いいたします。
今回ね、コンフィの方ご紹介させていただきまして、ちょうどね、時期的にも新玉ねぎの時期かな、なんていうところで、皆さんはね、新玉ねぎのこだわりの食べ方なんてありますか？私はもうこのコンフィがやっぱり一番美味しいなと思って、私はこのコンフィをよくやるんですけども、皆様のね、新玉ねぎを食べる時の、私は絶対この食べ方が好きですとかっていうところをね、ぜひぜひ、コメント欄に書いていただけたら大変嬉しいです。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。